皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回は特に何を話すか決めてないんですけど、とりあえず日本語で話していけたらなと思います。で、僕は今何もすることなくて、もう朝起きてから何もせずご飯だけ食べてパソコンでカタカタやって、特に何も進むことなく、何も進んでません。昨日から何も進歩もありません。何も成長していません。焦ってますね、正直。朝起きて何かしなければいけない、やらなければいけないと思ってるけど、やることがない。何からすればいいかわからない。過去何かそういう感じで成し遂げたこともないから自分に自信がない。そんな状況で何かできるかって言ったら何にもできないんですよ、僕は。しかもその上怠惰で、やるって決めたことやれないですし、自分に負ける日ほぼ毎日負けてるし、勝てる日なんて年に1回2回とか、そんなもんじゃないですかね。自分に全勝できる日なんて。眠くなったら寝るし、携帯触りたくなったら触っちゃうし、アニメ見たくなったら見ちゃうし、めちゃくちゃでっかい目標、やりたいこと、夢があるのにもかかわらず、自分の目先の欲求、ドーパミンに負けて平らな生活を送ってしまうんですよ。悔しいですね。自分が強敵すぎる。高校生とか中学生の頃、なんか部活スポーツやってたんですけど、その時によく先生の人とか監督が一番の敵は自分だって言ってましたけど、何言ってんだって思ってましたね、その時は。一番の敵はライバルだろうと、隣にいる同級生のあいつだろうとか、後輩だろう、先輩だろう、他人だろうって思ってたんですけど、今思えばその言葉がよくわかりますね。めちゃくちゃバカにしてた中学高校の自分、何も分かってないですね。一番の敵は本当に自分でした。確かにね、スポーツのあの部活で置き換えても、どれだけ練習したかによって強さっていうのも伸びが変わってくるし、どれだけ練習するかっていうのはやっぱり平らな自分と戦わなきゃいけないので、って考えたら本当に一番の敵は自分でしたね。勝てない、自分に。負けちゃう。眠いし、もう眠いよ。眠いし、携帯触りたいし、楽な方向に行きたいし、楽したいし、楽して収入得て美味しいご飯食べて好きな人と好きなところに行けたら、そんないい人生はないですよね。ただやっぱりこんな夢ばっか見て何もせずにダラダラ生きていく、そんなダラダラしててそんなことができるわけないっていうのはもう分かったんで、やる人はやってるっていうのも分かったんで、そんなにね楽して大層なものを手に入れられないですよ。お金、地位、名誉、無理だよ。なんかなんか変だな、めちゃめちゃジョージっぽくなっているけど、そういうあのー意思は全くないんで、普通に喋ってるだけですね。何も決めずに。ただ何も決めずに喋ると自分への叱咤激励になってしまいますね。叱咤激励っていうのは自分に対して怒ったり褒めたり称えることを言うんですね。今回の場合は自分に対する怒りですね。負けんなよ普通に。またジョージっぽくなっちゃった。だから僕はこの今の生活、6時に起きて10時に寝て、携帯なんか触らないとは言わないですけど、まあやるべきことをやって休憩するっていうのは全然ありだと思うんですけど、やるべきこともやらずに現状休憩ばっかして、新しいアニメ見始めて一気見して、アニメにとどまらず原作っていうんですけど、漫画も見始めて全話見ようとする。もうね、ひどいですね。アニメが面白すぎるっていうのもありますよ。さすがジャパニーズプライド。
アニメで勉強するのもめちゃくちゃいいと思いますよ。めっちゃ面白いんで。自分に勝つ方法って何なんですかね。なんか自分に勝つ方法を知ってる方がいたらぜひコメント欄で教えてほしいです。勉強しなきゃいけない時負けちゃうじゃないですか。そういう時ってどうやって自分を正してやるべきことに集中させているのか、その方法を僕は知りたいので募集します。教えてください。お願いします。僕が実践してる方法は特にないですね。もう心の中で自分をいけ立てってもう言いまくってるだけです。特に小手先のテクニックは何も使ってないですね。使ってないから負けるのかもしれないんですけど、ただやるべきことって言われてもなんか解像度が低すぎてめちゃくちゃボヤボヤしてるんですよね。それと解像度が低すぎてめちゃくちゃボヤボヤしてるのか、あるいはやりたいことが多すぎてごちゃごちゃになって迷っているのか、どちらかといったら迷ってる気がしますね。選択肢が多いんですよ。もう SNS ばっか見てるとさ、本当にいろんな人がいろんな成功談とかさ、これをした方がいい、あれをした方がいい、あれをしなさいって言うじゃないですか。見てるとやっぱり混乱するんで、僕のおすすめは一人に絞ってその人の YouTube を見るがいいと思いますよ。それか最悪もう YouTube なんかあんまり見ずに一回自分で信じたものをやってみるがいいと思います。たまにはね相談するのもいいと思うんですけど、相談する人は選んだ方がいいと思いますよ。よくね相談しなさいって言うけどね、相談する人は選ぶんですよ。選ばないといけないんですよ。じゃないとね、ただただ自分の心が傷つくだけかもしれないですよ。選ぶ人を間違えたら。本当にそう言えますね。特にテーマもタイトルも何も決めずにこうやってただ喋ってみたんですけど、あとね今日めちゃくちゃいいことがありましたよ。それはいいか。それはいいです。っていうことで今回は、自分に対して思っていることとか今自分が思っていることをただ単にペラペラ喋っただけの回になりました。はい、ということで今回もたくさん日本語聞いて頭パンプアップしたと思うので、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。